その夢を見つけて進む道を照らす Don't give up, you will come true 鶴の恩返しは、日本に伝わる有名な民話の一つで、動物が恩返しをする、保恩譚の代表的な物語です。この物語には、日本の価値観や道徳観が反映されています。それは約束の重要性、善行の報いと因果応報、人間の好奇心とその代償、これらの要素が鶴の恩返しには含まれています。鶴の恩返しは、日本人の道徳観や価値観を反映した美しい民話です。約束を守ること、善行が報われること、そして人間の好奇心の危険性など、多くの教訓が込められています。また、世界の類似した物語とも比較することで、人間と動物、あるいは異世界との関わりについて深く考えさせられる話でもあります。さあ、物語の始まりじゃ。チャンネル登録して最後まで楽しんでくだされ。平安時代のある冬のこと、深い雪に包まれた山里に住む老夫婦がいました。貧しいながらもすごく心優しく、里人からも慕われていました。ある日、老王が山へ焚き木を取りに行った帰り道、雪の中でうずくまる一羽の鶴を見つけました。美しい白い羽が血に染まり、罠にかかっていたのです。老王はとても哀れに思い、そっと穴を外し、傷口を布で包んだ。もう大丈夫だよ、飛んでおいき。すると、鶴はしばらく老王を見つめた後、力を振り絞って空へと舞い上がったのです。老王はその姿を見送りながら、どこか不思議な気持ちに包まれました。そして、家に戻ると老妻にこの出来事を話し、二人は、今日は良いことをした、と微笑み合ったのでした。その夜、老夫婦がいろりを囲んでいると、戸を叩く音がしました。こんな雪の夜に珍しいと思いながら戸を開けると、そこには一人の若い娘が立っていたのです。娘は白い着物をまとい、いしくもどこか儚げな雰囲気を持っていた。旅の途中で吹雪に遭い、道に迷いました。どうか今夜だけでも止めてください、と娘は深々と頭を下げた。老夫婦は困っているものを見捨てることなどできず、快く家に迎え入れた。娘は感謝しながらも、老夫婦に何か恩返しをしたいと言い、どうかしばらくここで暮らさせてください、と申し出ました。二人は喜んで娘を受け入れ、それから3人のつつましくも温かな生活が始まった。老夫婦にとって、娘の存在は次第にかけがえのないものとなっていきました。娘は家事を手伝い、寒い冬の日にはいろりの火を絶やさぬ容器を配った。その優しい笑顔と言葉遣いに、老夫婦はまるで本当の娘を迎えたかのような幸福を感じていました。やがて、娘がいることで家の中が明るくなり、老夫婦の心にもぬくもりが広がっていった。ある日、娘は老夫婦に、私が布を織ります。その代わり、決して織っているところを覗かないでください、とお願いしました。老夫婦は不思議に思いながらも承諾し、娘は奥の部屋へとこもった。やがて、部屋から機織りの音が響き、数日後、娘は見たこともないほど美しい絹の反物を持ってきた。その布は月の光のように輝き、手に取ると雪のように柔らかかった。老夫婦がこの布を音の商人に売ると、高値で買い取られ、二人の暮らしは次第に豊かになっていった。しかし、娘は布を織るたびに少しずつ痩せていき、その姿に老夫婦は不安を抱き始めました。ある晩、老夫婦は娘が織っている姿をどうしても見たいという好奇心に駆られちゃいます。一体どのようにして、あれほど美しい布を織っているのだろう。ついに老王はそっと障子の隙間から中を覗いちゃいました。そこには、娘の姿ではなく、一羽の鶴がいたのです。彼女は自らの羽を抜き、それを糸にして機織りをしていたのだった。老王は息を飲み、すぐに目をそらしたが、すでに時すでに遅し、鶴は悲しげに目を伏せると、小さく震えていた。見られてしまいましたね。その声には、寂しさが滲んでいました。娘は気を止めると、老王の方へゆっくりと向き直った。もうここにはいられません。その言葉は、深い別れの予感がありました。娘は老夫婦の前に座り、静かに話し始めた。私は、あの日助けていただいた鶴です。恩返しをしたくて人の姿を撮りました。でも、もうここにはいられません。老夫婦は驚き、涙ながらに、行かないでおくれ、
と懇願しました。しかし娘は優しく微笑むと、今まで本当に幸せでした。お二人の温かさに触れられたことが何よりの喜びです。と言い、静かに立ち上がった老夫婦は必死に引き止めようとしたが、娘の決意は固かったのです。どうかお体を大切に。それが最後の言葉だった。娘はそっと微笑みながらゆっくりと戸口へ向かった。外は静かに雪が降り積もり、彼女の白い姿を優しく包み込んでいきました。娘は家の外へ出ると、ゆっくりと歩きながら雪の降る夜空を見上げた。するとふわりと白い羽が舞い上がり、瞬く間に彼女の姿は鶴へと変わりました。鶴は一度老夫婦の方を振り返り、深々と頭を下げた。その目には別れを惜しむ思いがあふれていました。そして静かに羽ばたき、月光に照らされながら夜空へと舞い上がった。やがて鶴の白い翼は遠い空へと溶けていった。老夫婦は震える手を握りしめ、ありがとうと静かにつぶやきながら、いつまでも空を見上げていた。そして老夫婦は泣きながら、その姿が見えなくなるまで見送り続けました。娘が去った後、老夫婦はしばらく言葉を失った。彼女が残した最後の布をそっと撫でながら涙を流しました。その布はまるで彼女の羽のように暖かく、光を帯びていました。あの子は今もどこかで幸せにしているのだろうか。老王は静かにつぶやいた。老妻は涙を拭いながら、あの子がくれたものはこの布だけではないわ。私たちは心の中にずっと彼女を感じて生きていけると微笑んだ。老王は深くうなずき、そうだな、あの子は私たちの心の中に生き続ける。いろりの火が静かに揺れ、まるで娘の優しい微笑みがそこに映っているかのようだった。老夫婦はそのぬくもりを感じながら、これからも彼女を思い続けて生きていくことを誓いました。それからというもの、老夫婦は毎晩月を見上げては彼女のことを思った。雪が降るたびに鶴が舞う姿を思い浮かべ、そのぬくもりを心に抱き続けた。そして老夫婦は亡くなるまで幸せに暮らし、彼女への感謝の気持ちを忘れることはなかった。風が吹くたびに老夫婦の家の庭先には1羽の白い鶴が舞い降りると伝えられました。村人たちはそれを鶴の恩返しと呼び、静かに手を合わせた。そして彼らの物語は時を超え、人々の心に温かな光を灯し続けたのだった。やがて村の人々はこの話を語り継ぎ、鶴の恩返しは今も伝えられるようになりました。こうして一つの奇跡の物語がいつまでも人々の心に生き続けることとなった。鶴の恩返しの物語はいかがでしたか？楽しんでいただけたら幸いです。この物語が現代人に問いかけるものは何でしょうか？それは、人の優しさと信頼の尊さ、そして約束の重みです。老夫婦が見返りを求めずに鶴を助けたように、純粋な善意は思いがけない形で巡り戻ってくるものです。しかし、一方で人間の持つ好奇心や欲望が時に大切なものを失うきっかけとなることも示されています。私たちの生活の中でも、何気ない約束や信頼が壊れることで、大切な関係が失われることはないでしょうか。あなたがもしこの物語の老夫婦の立場だったら、約束を守ることができたでしょうか。また、今あなたの周りに、見返りを求めずに大切にすべきものはありますか？この物語を通して、現代社会において本当に大切なものが何かを改めて考えてみてもいいかもしれません。最後までご視聴いただいてありがとうございました。このチャンネルがよろしければ、ぜひチャンネル登録とライクボタンを押してくださると幸いです。よろしくお願いいたします。